皆さん、高いものって言われたら何が浮かびますか？スイスの呼吸時計とか、飛行機、または大きい船とかですかね。1台200億円もするのに2年も待たないといけない EUV というものを作っている会社、今ヨーロッパで一番重要な会社って言われているオランダの ASML が気になってしょうがないです。ASML の EUV という装備がないと iPhone に入る半導体も MacBook に入るチップも作れないらしいです。この EUV 装備とそれを世界で唯一作っている ASML について簡単に見てみましょう。EUV は極端紫外線を光源として使う露光装備を指していて、ウェハに7ナノメートル以下の回路を刻むためにはこの EUV が必要って言われています。新聞とかで TSMC が3ナノメートルの開発に成功したとか iPhone14 のチップは5ナノメートルのまま製造されるなどの記事を見た人もいると思います。細い線で回路を刻むということは同じ面積に多くの回路をかけるということなので、より小さいチップも作れるし、少ない電力で動いて発熱も少なくなります。EUV 前により長い波長を使う DUV があります。光源をいくつかのレンズを通してさらにパターニングという工程を繰り返すことで細くすることができます。パターニングっていうのは簡単に言うと一度光を当ててからちょっとずらして再度当てることです。TSMC が4回のパターニングをして DUV で7ナノメートルを成功したけど工程が多くなるので生産期間も長くなるし、何より4回ずらしながらレーザーを当てると回路が薄くなる致命的な問題がありました。なので TSMC も途中から EUV を導入して7ナノメートルの半導体を作っています。ただ、すべての半導体を EUV を使って作る必要はなくて、携帯とかパソコンみたいに小さくて性能がいいチップが必要な場合以外は DUV でも十分です。この 1,2 年の間、車用の半導体が足りなくて世界中の車の製造が遅れていますが、車に入るのは28ナノメートルの半導体がほとんどです。ちなみに TSMC が今熊本に建てている工場も22から28ナノメートルの半導体を作るためですね。DUV 装備はニコンとキヤノンも作っていて結構な割合を占めていますが、 EUV 装備は世界で ASML しか作っていないので、高性能な半導体を作るためには ASML の装備を買うしかないです。今年で TSMC が84台、サムスンが51台を確保するらしいですが、注文が溜まっていて場合によっては2年以上待たないといけないらしいです。ASML は EUV 市場を独占していて、いくらで売ってもみんな並んで買っているので、ASML は他の製造業で見たこともない利益率を出しています。約 50% ぐらいもあって、ぼったくりと言われている Apple でも 20% ぐらいなので、どんだけ稼いでるか想像つきますよね。次世代 EUV 装備はハイ NA EUV と呼ばれるもので、NA が大きいとことは簡単に言うとレンズが大きいとことです。あと 2,3 年後には販売する予定らしくて、インテルはすでに導入するとは発表しています。EUV が7ナノメートルを乗り越えるために必要だったら、ハイ NA EUV は2ナノメートル以下のチップを作るために必要らしいです。ちなみにインテルは2ナノメートルをナノメートルより1桁小さい単位のオングストロームを使って20オングストロームと表現しているので、あと 2,3 年後にはオングストロームの時代が来るのは間違いないですね。ちなみにハイ NA EUV は今の EUV の2倍くらいの400億円ぐらいするらしいです。半導体の不足問題が続く中で、アメリカと中国の貿易戦争が続いていて、どの国で誰が何を使って半導体を作るかによって今後の市場の動きが大きく影響されるので、これからも半導体の競争からは目が離せませんね。バイ。